はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は J 実習業を兼ねまして北海道旭川市からベトナム最大の都市ホーチミンに旅行した動画のパート4です。皆さん、プライオリティパス知っておりますか？プライオリティパスは航空会社の上級会員やビジネスクラスなどしか入ることができない空港のラウンジに入ることができるカードなんです。ホーチミンにありますタンソニアット空港にもプライオリティパスで入ることができるラウンジがあります。それ以外に日本航空全日空指定ラウンジについても紹介します。また羽田空港第3ターミナルに直結しております温泉施設やタンソニアット空港から羽田空港経由で旭川空港まで移動した模様についても紹介しております。 4K 映像かつ20言語の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港、成田空港からベトナムタンソニアット空港まで日本航空 JAL で移動しております。動画の中で成田空港第2ターミナルのキャセイパシフィック航空や日本航空のラウンジにつきましても紹介させていただいております。パート2の動画ではビジターで利用ができるジムやホーチミンの人気管理料理店スカイバーなどについて紹介させていただいております。パート3の動画では人気のフォーやシンガポールチキンライスのレストラン、ベトナムチョコレートの人気店、ベンタイン市場などの市内観光について紹介しております。また2022年9月にホーチミンを旅行した模様をこちらの動画で紹介しております。また2022年11月にベトナムの首都ハノイを旅行した模様の動画も紹介しております。ぜひこちらの動画も合わせて視聴いただければと思います。パート3の動画で宿泊しておりましたハッピーライフグランドホテル&スカイバーから約 8.5km の場所にありますタンソニアット空港に移動しました。私はグラブタクシーに降りましてタンソニアット空港の中に入っていきました。お見送りの人なんでしょうかね。すごい人の数でした。私がタンソニアット空港に到着したのが21時過ぎでした。まず搭乗する飛行機のチェックインカウンターの場所を確認しに行きました。私が搭乗する予定の飛行機は定刻23時20分発羽田空港行きの日本航空 JAL70 便でしたが出発時間が1時間ほど遅くなっていました。日本航空のチェックインカウンターはいいでした。私は手前にありますファーストクラスチェックインカウンターで搭乗手続きをしました。チェックインを済ませた後出国審査場に向かいました。JAL のチェックインカウンターからめちゃくちゃ近かったです。私は出国審査を無事に通過した後3階にフードコートがありましたので見に行きました。旭川には出店していないバーガーキングがありました。奥にもレストランがありました。その奥にはベトナム空港のロータスラウンジがありました。こちらは日本航空のチェックインカウンターでいただいたラウンジマップです。日本航空と全日空の指定ラウンジはサイゴンネイズラウンジとローズラウンジです。ただどちらか1箇所しか入ることができません。昨年サイゴンネイズラウンジに入っておりますので今回はローズラウンジに行きました。それ以外にプライオリティパスでも利用することができますジャスミンビジネスラウンジやベトナム空港のロータスラウンジがありました。この階にサイゴンネイズラウンジがありましたので見に行きました。左側のマッサージ屋さんは昨年クローズしていました。料金を確認したんですがホーチミン市内よりは料金が高かったですがここで疲れを癒すのも良いと思いました。奥に見えるのがサイゴンネイズラウンジです。この後ローズラウンジに行きましたが今度どちらのラウンジに行きたいか聞かれたらサイゴンネイズラウンジを選ぶと思います。こちらのラウンジはシャワーがありますしローズラウンジよりも料理なども種類があったような気がしました。私はサイゴンネイズラウンジを見に行った後ジャスミンビジネスラウンジに行ってみました。昨年免税店にはお客さんがいなかったんですがだいぶ戻ってきている印象でした。お金があったらおじさんここで高級ブランド買い漁りたいですね。
から階段を降りたらジャスミンビジネスラウンジがありました。ジャスミンビジネスラウンジはプライオリティパスで利用することができるラウンジです。プライオリティパスとは世界1300カ所以上のラウンジに入れるカードです。航空会社の上級会員やビジネスクラスに乗らなくてもラウンジに入ることができるので、海外旅行好きな方はぜひ手に入れたいカードだと思います。一番安く手に入れるには楽天プレミアムカード年会費1万1000円に入会すれば手に入ることができます。こちらのラウンジはハラル対応のため豚肉や牛肉、アルコールのメニューがありませんでした。私は受付をした後階段を降りました。様々な雑誌もありました。ダイニングエリアでは蓋がしてあってあまりわからないかもしれませんが、ヘルシーな料理やソフトドリンクなどがありました。席はゆったりしていました。この後ローズラウンジに行く予定でしたので、ここでは少し料理を食べました。このソーセージはチキンだったと思いましたが、あっさりしていて美味しかったですね。またカステラみたいな料理も甘くて美味しかったです。ジャスミンビジネスラウンジに行った後、日本航空と全日空指定ラウンジでもありますローズラウンジに行きました。この階段を降りていきますと受付がありました。こちらのラウンジはビジターでも利用することができます。利用料金が大人43ドルでしたので結構高いと思いました。受付した後中に入りました。ダイニングエリアにはたくさんの料理が並んでおりました。こちらにも料理がありましたが蓋が閉まっておりましたのでわからないかもしれませんが、お肉の料理もありました。ベトナムの人気料理フォーもありました。ドリンクコーナーにはコーヒーやソフトドリンク、アルコールもたくさんありました。ローズラウンジすごく空いておりましたね。私はゆったりした席で食べました。ベトナムといえばやっぱりフォーですよね。ここでも食べてしまいました。美味しかったです。お肉の料理もたくさんありましたのでおかわりして食べてしまいました。ベトナムのビールですかね。こちらのビールは少し苦かったです。それ以外にもベトナム空港のロータスラウンジもありました。こちらはスカイチームの航空会社の指定ラウンジになっているようです。一度入ってみたいですね。私はラウンジで食事をした後20番搭乗口に向かいました。搭乗口まで少し遠かったので再生速度を上げております。ここから階段を降りたら20番搭乗口がありました。私は搭乗開始時刻の30分前に行きましたがかなり乗客がいました。はい、ベトナムタンソンニャット空港定刻23時20分発羽田空港行き日本航空 JAL70 便搭乗開始します。私が座った座席はエコノミークラスの座席でした。エコノミークラスの座席には USB 電源やコンセントがあり携帯の充電ができましたので機内で快適に過ごすことができました。これからベトナムタンソンニャット空港を離陸します。徐々に加速していきます。この機種であるボーイング787の離陸速度は時速約 300km だそうです。日本航空 JAL70 便羽田空港に向けて離陸しました。タンソンニャット空港から羽田空港までの区間マイルは2706マイルです。距離は約 4354km です。途中沖縄上空などを通過するルートでした。羽田空港到着約2時間半前に機内食が出てきました。今回は事前にローカロリーの機内食をリクエストしておりました。シールが貼ってある料理が普段の機内食と違うみたいです。ハンバーグとても美味しかったです。私は機内のモニターで地図を見ておりましたが羽田空港到着約30分前に
静岡県の駿河湾上空を飛行しておりました。この日は富士山が綺麗に見えました。ベトナムタンソンニャント空港を出発しまして、飛行時間約6時間、日本航空 JAL70 便が羽田空港に到着することができました。私はビジネスクラスの乗客の後に機内を出ました。羽田空港の入国審査場まで通路が長かったので、再生速度を上げて紹介しております。国際線の乗り換えの乗客が右側に並んでいました。右奥に入国審査場がありました。入国審査の後、税関なんですが、事前にビジットジャパンウェブを登録しておきますとスムーズです。スーツケースを受け取って税関を通過した後、羽田空港第3ターミナル到着ロビーに無事に到着することができました。私はお風呂に入りたかったので、羽田空港第3ターミナル直結のホテルビラフォンテーヌにあります温泉施設泉天空の湯に行ってみました。羽田エアポートガーデンと書いてある建物の方に向かいます。右側にあるお店はまだ朝早かったのでオープンしておりませんでしたが、日本の伝統品などを売っているお店ですかねがありました。羽田空港第3ターミナル到着口からしばらく歩きますと、ホテルビラフォンテーヌがありました。スーツケースなどの大きな荷物を預けることができますコインロッカーはホテルの入り口から右側にありましたので、こちらで預けると良いと思います。こちらの温泉施設は24時間利用することができるそうです。ただお風呂に入れない時間もあるようです。リクライニングシートがありましたので、そこで深夜便や早朝便を待っているお客さんも結構いるそうです。入浴料金は大人4800円、小学生までは2000円でした。ホテルビラフォンテーヌの会員登録をしますと200円割引になるそうです。ただ深夜に滞在した場合は追加料金4000円がかかります。脱衣所にはロッカーがありました。この温泉施設のお風呂について紹介します。私が入浴した時間が朝9時ぐらいでしたが、入浴している方はほとんどいませんでした。温度が違う内風呂がありましたが、窓越しから素晴らしい景色が見えました。こちらには露天風呂もありました。こちらの温泉の温度が熱かったので長湯ができませんでしたが、気持ちよかったです。もう一つの露天風呂の方が熱くなかったので、ゆっくり温泉に入ることができました。温泉に入りながら素晴らしい景色を見ることができますので、ぜひ行かれてみてほしいと思いました。私はこの日の旭川空港に向かう最終便で帰りました。こちらの JAL ファーストクラス専用入り口からチェックインをしました。その後 JAL ダイヤモンドプレミアラウンジで飛行機を見ながらおにぎりやパンを食べて過ごしました。私が搭乗しました日本航空 JAL557 便は飛行機がある場所までバス移動でした。間近で飛行機が見れるのは飛行機好きにはたまらないですね。私が座った座席はクラス J の窓側席でした。これから羽田空港を離陸します。この機種でありますボーイング767の離陸速度は約 300km だそうです。日本航空 JAL557 便旭川空港に向けて離陸しました。離陸直後、東京湾から東京の景色が見えました。左奥には富士山も見えました。羽田空港から北海道の真ん中旭川空港までの距離飛行時間をモニターで紹介しております。羽田空港から旭川空港までの区間マイルは576マイルです。ベトナムタンソンニャント空港から羽田空港を経由しまして北海道旭川空港まで
合計区間マイル3282マイル、距離で約 5281km を移動しました。羽田空港からフライト時間約1時間半で北海道の真ん中旭川空港に到着できました。私はクラス J 席に乗っておりましたので、5番目ぐらいには機内を出ることができました。ここから再生速度を上げて手荷物受け取り所まで紹介しております。スーツケースをピックアップして旭川空港の出口に向かいました。旭川空港の出口に出た時、午後7時半ぐらいでしたが、気温が 12.9 度。やっぱり旭川寒いな。今回の動画は以上になります。ホーチミン中心部の映像を見ていただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではホーチミン旅行の最終日の模様を紹介させていただきました。ベトナムタンソンニャット空港では日本航空並びに全日空の指定ラウンジについて紹介させていただきました。またプライオリティパスで利用ができるラウンジについても紹介させていただきました。そして羽田空港第3ターミナルから直結のホテルにあります24時間営業の温浴施設タンソンニャット空港から羽田空港を経由して北海道の真ん中旭川空港まで合計区間マイル3282マイル、距離で約 5281km を移動した様子など盛りだくさんの内容ではなかったでしょうか。今後も旅行に行った際にはこのような動画を作成しようと思っておりますので、もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、またフォー食べにホーチミン行けるかな。